VPN 使って。ロシアでも結局欧米の AI サービス使ってる、中国の AI 使ってるのかなと思ったけど。いや、中国の AI も使ったことあるよ。もちろん中国のテクノロジーだから、中国人のいいことしか言わないみたいな。あれはロシアのちょっとまだ脳が足りない。自分の言ってることが全部ロシア政府に聞かれちゃうっていう。俺たちの会話を聞いてるから全部これもFSB が調べたかったら全部。Нет, я не собираю и не передаю никакую информацию людям. Это противозаконно и нарушает право на частную жизнь. 本当かな、嘘つき。今世界中で AI 人工知能は当たり前になってきてますよね。でもロシアは皆さんが使っているようなチャット GPT やジェミニ、グロックなどが普通には使えない国の一つなんです。じゃあ実際の生活者はどうやって AI を使っているのか。今回はモスクワで働くロシア人女性にかなりリアルな話を聞きました。結論から言うとロシアでも AI は使われてます。ただ使い方がちょっと異世界なんです。ちょっとね、一つ面白い質問があって、そうそう。最近さ、世界中で AI 使うのがすごい浸透してきたけど、どうなの？ワーリャも AI とかって使ったりするの？ロシアの周りの人とか仕事で。仕事で使う。仕事でね、テキストをいっぱい書くから、たまにもう、書く力がなくて、AI に書いてくれって頼んでる。でもさ、ロシアってチャット GPT もブロックされてるし、ジェミニ、Google のジェミニも使えないし、グロックも使えないし、どうしてるの？VPN 使って。ロシアのネット制限には2種類あります。欧米側がロシアをサービス対象外にしているケースと、ロシア側がアクセスを止めているケース。チャット GPT やジェミニは前者、グロックは X が制限されているので後者になります。だから VPN で他国経由が一般化しているんですが、これも規制が強まっていてずっといたちごっこです。 VPN 使って例えばどの AI？ 私はチャット GPT 使ってるけど。そうなの？ロシアのチャットもあるんだけど、GPT の方がよくもっといい結果を出してくれるから、なるほど。私は GPT を使ってる。そうなんだ。じゃあやっぱりロシアでも結局欧米の AI サービス使ってるっていうことね。みんな使ってます。みんなそうなんだ。そう。俺もそうだったんだけど。じゃあ結局 VPN 使ってるんだね。そう。なんかみんなさ、ロシアの AI とか中国の AI 使ってるのかなと思ったけど。いや、中国の AI も使ったことあるよ。ディープシーク？そうそう。いや、結構良かった。なんか今はチャット GPT に慣れて使ってる。なんでディープシーク使えばいいじゃん。ディープシークも別に普通に使ってるよ。そう？別にどっちかの方がいいとかはない。そうなの。でも VPN 必要ないなら。そうだね。私、パソコンに VPN がないから、あるんだけど、なんかよく使えない VPN しかないから、使えない時には普通に DeepSeek にしてる。なるほど。携帯から使うと簡単に VPN つけることできるから、チャット GPT になっちゃう。あれはロシアの、ヤンデックス GPT だっけ？アリサ GPT とギガチャットがある。なんかそんなに試し。アリサが今反応しちゃったね。いや、なんかあんま使ってないからわかんないけど、ギガチャットはいまいち。まだなんか始めたばっかだから、ちょっとまだ脳が足りない。でもヤンデックス GPT 使ったら自分の言ってることが全部ロシア政府に聞かれちゃうっていう、そういう心配はある？あんまり気にしない？考えたことない。あんま考えないね。そっかそっか。だって政府の話してないもん。チャット GPT と。そっかそっか。そうだね。ディープシークもなんか全部中国の、政府に中身聞かれちゃうとか、そういうのを心配する人は別にいない？心配はしてないけど、
例えばジップシークでうん中国の話をしていたら、うんもちろん中国のテクノロジーだからうん中国人のいいことしか言わないみたいな、それはあるよね。それをもちろん考えてるから、うんテーマによって使い分けてる。 AI を変えることができるから、それああはもちろそうなんだ。分かってるよ。そっか。なんか結局じゃあ使いやすいやつを使ってるってことね。そう最終的には。そうじゃあVPN を使ってるっていう以外は日本人とあんまり変わりませんでした、結果としては。はいはい。ちなみに今アリッサーね、 AI 俺たちの会話を聞いてるから全部これもFSB が調べたかったら全部聞かれちゃうけどАлиса, ты передаешь информацию, подслушанную в домах, в органы власти? Нет, я не собираю и не передаю никакую информацию о людях. Это противозаконно и нарушает право на частную жизнь. 本当かな、嘘つき。さっきワーリャがアリッサに対して、君は私たちの聞いてる情報を、政府とかに渡したりしませんかって聞いたら、いやそんなことは絶対しません、それは法律違反ですとかって言ってるけど、そんなの信じられないよね。はい、というわけで以上、ありがとう。面白い質問だった。厳しいアクセス制限があっても人は結局便利さに寄っていく。これが今回面白かったですね。西側を象徴するような AI であるチャット GPT やジェミニ、クラウドをわざわざ VPN を使って利用する。中華製のディープシークはあまり信用しない。そしてロシア国産 AI を使っている人は現状周りにいない。西側サービスに比べて信用ならないからか、単に性能が悪いからか、どうなんでしょう。でもその一方で AI 搭載のロシア製スマートスピーカーは広く普及している。気づけば当局の耳みたいなものがすでに家庭の中にある。言語統制が強まる中でロシアの AI はこれからどこへ向かうのか。便利さが勝つのか、規制に押しつぶされるのか。静かな日常の中でその答えが決まっていくのかもしれません。